はい、どうもこんばんは、ごちログのしんごです。今日はデルのコスパ最強のノート PC の紹介をしていきたいと思います。動画編集とかゲームとかをゴリゴリするんじゃなくて、普通に家で快適に使えるノート PC が欲しいっていう方は、たくさんいると思うんですけれども、今回僕が買ったこのデルのパソコンもまさにそういう用途にぴったり向いてるんじゃないかなと思います。気軽に使えるっていうのをもうちょっと言語化してみると、ネットが快適にできるっていうのはもちろんなんですけど、まず一つ目にオフィスだったり Google のアプリだったりがサクサク動く。で、もう一つがまともなメーカー品で、なるべく安いもの。で、3つ目に、ノート PC って大体こういう電源がついてると思うんですけど、こういう電源で充電するんじゃなくて、USB-C が使いやすいので、USB-C で給電できる、充電できるっていうタイプが欲しいなと。この3つがありました。で、この条件で探すと、デルのインスパイロンというシリーズが、ネットでヒットしました。で、このインスパイロンシリーズ結構いろいろスペック等々あるんですけど、今回買ったのはインスパイロン155505というモデルを購入しました。ちょうど4月に新しく5515っていうのが出たんですけど、僕が注文した3月の時にはなかったので、この5505が買った時は一番最新のものでした。で、ここ数日使ってたんですけど、このインスパイロンシリーズ、めちゃくちゃコスパがいいんじゃないかなと思います。なので今回はインスパイロンシリーズの魅力や気になる点、あとは買い方などについてご紹介していこうと思います。まず価格なんですけど、今回買ったインスパイロン15の5505、デルの公式のホームページで買って、ちょうどセール中だったっていうこともあって、52,000円ぐらいで購入することができました。めちゃくちゃ安いですよね。会社で使ってるインテルの MacBook Air 2020年モデル。これが13万円ぐらいだっていうことを考えると、Windows だったらこっちのデルの方でいいんじゃないかなっていうぐらいコスパが高かったです。で、次に外観なんですけど、このモデルはシルバーと濃いグレーの2色展開で、僕は濃いグレーを選びました。いざ開封してみたら、ちょっとネイビーに近いようなグレーっていう感じで、ちょっと青みがかっていました。高級感はめちゃくちゃあります。で、このインスパイロンシリーズ、13インチ、14インチ、15インチと3つあるんですけど、僕は10キーが欲しかったので、15インチモデルを購入しました。で、開くときなんですけど、片手で開くのはちょっとできなくて、こんな感じでキーボード側を少し押さえつつ開く感じになります。で、こんな感じでディスプレイを開くと、ヒンジの部分がちょうど底面を持ち上げる格好になって、底面のメッシュになった部分が少し地面から離れて、冷却性能が高まるのと同時に、キーボードが少し角度がついて打ちやすくなるっていう工夫がされています。で、ディスプレイなんですけど、このインスパイロン15は非光沢液晶なので、光沢タイプの Mac と比べると結構違うんですけど、これは写真で比べてるからであって、実際肉眼で見ると普通に綺麗に見えます。で、次にポート類ですね。右側はイヤホンジャック、USB-A、マイクロ SD カードが刺さります。ここ SD カードタイプだったらもっとデジカメとかとの相性も良かったんじゃないかなと思うんですけど、マイクロ SD がついてます。で、ポートの左側を見ると電源、HDMI、USB-A、USB-C の4つがついてます。この USB-C が結構ありがたくて、電源ってやっぱりさっき言ったように、もともとついてるの結構こういう感じででっかいんで、それが USB-C で給電できるタイプっていうことで、非常にスマートに充電できるんじゃないかなと思います。で、1点注意点としては、携帯などの充電器だとちょっとワット数が足りなくて、45W だったり 60W とか、僕が使ってるのはラブパワーの充電器なんですけど、ある程度ワット数出力できる充電器だったら、ここから充電できます。一つ残念なのがこれサンダーボルトに対応してないので、以前から僕が紹介しているデルのディスプレイ等に接続して画面転送するみたいなことはできないみたいです。で、会社で使ってる2020年版のインテル MacBook Air と厚さを比較すると Mac が 1.3 センチで、一方でこのインスパイロン15が 1.9 センチでした。この辺はインスパイロン15の方が HDMI など直接接続できるので使いやすいっていう意味では熱くてもしょうがないのかなといった感じです。で、次にキーボードなんですが、普通のキーボードの打鍵感といった感じではあるんですが、ちょっとエンターキーが縦長だったり、バックスペースが小さかったりで、普段 US 配列を使ってる僕からすると、ちょっとそもそも日本語配列っていうのもあって打ちにくいのはあるんですけど、そこら辺は慣れかなと思います。打鍵音としてはこんな感じです。
はい。で、次にマウスパッドに関してなんですけど、これが15インチで、点キー付きっていうことで、ちょっと中心が左にずれた位置にマウスパッドがあるんですけど、ここら辺ちょっと使いにくいかなとも思うので、普通に無線のマウスを使ったりすることで解決できるんじゃないかなと思います。で、次に Web カメラなんですけど、ディスプレイ上部についています。ズームを起動してちょっと使ってみたんですけど、普通に使えるっていう感じではあるんですけど、解像度が 720p なので、できれば 1080p 欲しいところではあるので、使える分には使えるけど、別で解像度の高い Web カメラに変えてもいいかもしれません。はい、じゃあ外観はこんなところで、次は性能面に移ります。冒頭の部分でも言ったんですが、これはデルの公式ホームページから購入しました。で、シリーズ見てみると結構アスロンとかライゼン3から7ぐらいまで、結構幅広く選べるんですけど、長期的にネットが快適にできるっていうのと、あとはオフィスだったり Google のアプリだったりがサクサク動くっていうことで、ライゼン5かなということで、その時一番新しかったライゼン 5-4500U が載っているモデルを選びました。で、CPU の性能比較ということでシネベンチ R23 を回してみました。マルチコアの結果はインスパイロン155505のライゼン 5-4500U が4218。で、MacBook Air 2020年の Intel Core i5-1030NG7 が2571ということで、このインスパイロン15の方が 1.6 倍ぐらい性能がいいということが分かりました。このシネベンチ R23 の結果だけ見ると Mac が13万円で、インスパイロン15が5万2000円なので、非常にコスパがいいんじゃないかなと思います。で、次にメモリに関してなんですけど、残念なのがこのインスパイロン15、8GB 一択なんですよね。さっき言ったようにデルの公式ホームページでいろいろカスタマイズすることはできる項目はあるんですけど、それがオフィスの有無だったり、指紋認証の有無だったりで、メモリが増設できないんですよね。ということで、ネットをする分には 8GB でもいいんですけど、動画編集だったりゲームをちょっとしてみたいっていう方は 16GB に自分で増設することをお勧めします。ちょっと保証はなくなっちゃうんですが、こんな感じで裏のネジを開けて蓋を開けるとメモリスロットが2つあります。片方にはもともとデルのメモリが入ってるんですけど、今回同じチームの DDR43200MHz のものを用意しました。5000円ぐらいだったと思います。こんな感じで普通にスロットに挿して元通りにして、でちょっと Apex のトレーニングモードで使用感を見てみます。こんな感じで 8GB だとかなりカグついてるんですけど、 16GB だとできるぐらいじゃないかなと思います。こんな感じで、今回買ったのはチームの5000円ぐらいのメモリだったんですが、5000円ちょっと課金するだけでゲームが少しできるようになりました。もっと重いゲームの場合はちょっと無理だと思うんですけど、Apex ぐらいならできるんじゃないかなと思います。で、メモリも増設したのでちょっと動画編集もやってみます。これは僕が使ってる DaVinci Resolve という動画編集ソフトなんですけど、 8GB の時は素材をタイムラインに置いた時にちょっとクルクルが出たりしていたんですが、 16GB だと結構サクサク動いてくれました。で、書き出し時間も10分の動画フル HD で、だいたい 8GB だと8分、16GB だと6分ぐらいで書き出しができました。こんな感じでメモリ増設することで3割ぐらい時間短縮ができるんじゃないかなと思います。ちなみにインテルの2020年の MacBook Air で同じように動画編集してみたんですけど、こちらは 8GB なんですが結構サクサク最初から動いてくれましたね。で、書き出しも10分の動画で5分ぐらいと結構早かったです。この辺はメモリとか CPU とかじゃなくて内蔵グラフィックスの、性能の良さだったりもするのかなと思うんで、一概にシネベンチの結果だけが当てになるものではないのかなと思いました。こんな感じで動画編集に関してはインテル MacBook Air 2020にちょっと負けてしまってはいるんですけど、ゲームがある程度サクサクできるようになったり、動画編集が 16GB にすることで快適になったので、16GB に増設するのは結構ありなんじゃないかなと思います。で、最後に買い方なんですけど、コスパの高いインスパイロンシリーズを購入するのであれば、デルの公式ホームページから買うのがおすすめです。実は今回買ったインスパイロン15なんですけど、 CPU がインテルと AMD 版の2つがあります。で、インテル版は Amazon で買えるんですが、同じぐらいの Core i5 のもので値段を見てみると8万3、4千円ぐらいしました。一方で AMD 版はデルの公式ホームページからしか買えないんですが、最初に言った通り5万2000円とかなり安く購入することができます。
インテル版と完全に同じではないんですが、コスパを求めるなら3万円安いのをデルの公式ホームページで買うのがいいんじゃないかなと思います。なんですが、1点だけ注意点があって、公式で頼むと受注生産になることがあって、今回僕の場合だと3月末に頼んだんですが、届いたのが5月中旬と、2ヶ月弱ぐらい待つことになりました。なので安く買えるんですが、デルの公式ホームページで買う場合はある程度納期に余裕を持って買うのがおすすめです。はい、ということで今回はインスパイロン155505についてご紹介してきました。でまとめると、公式ホームページで買えばコスパのいい Ryzen 5のモデルが5万円台で手に入るっていうのと、でポート類も充実してて USB-C がついてたり HDMI がついてるので、すぐ使えると。で3つ目に、保証はなくなっちゃうんですけど、自分でメモリ増設すれば少しゲームや動画編集が快適に行うことができるようになります。普通にビジネス用途としても使えるし、家でネットプラスアルファみたいな使い方もできるので、これが5万円で手に入るならめちゃくちゃお得なんじゃないかなと思います。冒頭でも言ったように新型が4月に出てるんですけど、まだあっちは7万円台と高いですし、このクラスのものであれば別に最新のものでなくてもいいと思うんで、なるべくコスパが良くて安いものが欲しいっていうのであれば、今回のインスパイロン155505、1個古いモデルではあるんですけど非常におすすめです。個人的にはデルがもともと好きで、この後ろのディスプレイだったり、以前紹介した27インチのコスパ最強ディスプレイだったり紹介しているんですけども、またこのデルのコスパの高いノート PC を知ったということで、ますますデルが好きになったという感じがあります。はい、ということで以上になります。今回はデルのインスパイロン155505をご紹介してみました。こんな感じで今後もガジェットや買ってよかったものをご紹介していくので、もしよかったらいいね、高評価、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、こちログのしんごでした。ありがとうございました。